皆さんこんにちは、かおりです。大家好，我是高优。今日も私たちの動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、日本人が羨ましいマレーシアのことというのをテーマにまた皆さんとシェアしたいと思いました。はい、もちろん私たちもそうですし、この動画を見てくださっている皆さんもそれぞれ日本とマレーシアの良いところについてはね、もう知っていらっしゃることだと思うんですが、今回はエンターテインメントとして楽しんでこの動画を見ていただけたら、嬉しく思います。まず1つ目が駐車場のシステムっていうことだったんですけど、全部のねショッピングモールじゃないんですけど、マレーシアのショッピングモールの駐車場ってこう車の一台一台の上にセンサーみたいなのがついてて、そうすでに駐車してある車の上には赤いランプで、まだ車が止まっていない空車スペースの上には緑のランプがねついています。なのでパッとさ、遠くからでももう一目見て、ここは車が止まってるとか、まだ向こうの方に空いてるねスペースがあるなっていうのを一目見て分かるっていうのがね、すごい便利だなっていうふうに思った私は。是啊，这种system其实是蛮方便的，像我们也可以看得很清楚，这一楼还剩多少个 parking way 啊，它都有显示出来的。然后那个sensor啊，那青色的灯啊，或者红色的灯啊，从远远就可以看得到啊，哪里有 parking way 啊，其实是很方便的，找 parking 的时候。パパはもうほら何回も日本に行ったことがあるけど、そうだね、今までそういうシステムってほら日本で見たことある？見たことないそのシステム。ないよね。見たことない。ないよね。日本的 parking 就是这种商场 parking system， 它其实就是很古老的，什么都没有。私の地元にもすごく大きいショッピングモールがいくつかあるんですけど、やっぱりねもちろんそういうシステムじゃないので、一つ一つほら見て駐車場探すからすごくねやっぱり大変だね。特に土曜日とか日曜日とか、そう人が混んでる時っていうのはね大変だから、そういうシステムがあったらすごく羨ましいなっていうふうに思います。そうだね。でね、2つ目が映画が安いっていうことだったんですけど、そうだね、なんとマレーシアの映画は一番安くて、ね、200円前後で、映画が見れてしまうんです。马来西亚的戏票最便宜应该是7块钱吧，2令吉，7块钱。就算最贵也是到就说普通的那种设备的话，最贵应该也是到15块吧，15、16块这样子，还是12块这样子跟别的国家比是真的是很便宜的。そうね。日本はだいたい一般のね料金は1800円、する。1000円じゃない？1000円じゃない。1000円は例えばレディースデーとかメンズデーとか、そういうね特別な日の割引だったりとかすると1000円だったり、1100円だったりする。でもそれでもやっぱり1000円超えるね、映画見るだけでね。さらにほらそこに 3D 映画とかなんかこうスペシャルなものがあったりとかするとまた高くなるんじゃないかなと思うんですけど、だからね日本に住んでいた時って私映画館にわざわざ行って映画を見るっていうことがそんなに身近じゃなかった。1年にほんと数回しか見なかったですね。多分人によると思うんですけど、私のこう感覚ではね映画はすごく日本は高いなっていうイメージがあった。马来西亚人差不多每个星期都会去看。毎週。そうね、毎週もね見に行けるもんね。そう。ほんまに安かったらね。そうで世界でさ上映されてる映画もマレーシアって結構本当にね早いね時期に上映されるし、最近では日本の映画もねマレーシアで本当にたくさん見ることができるようになって、例えばね最近の天気の子とか、それは最新だね。そうだね。日本で話題になっているその日本の映画っていうのももう普通にねマレーシアで見ることができるようになって、ただ日本のやっぱり映画がもっと安かったらね、そうだね、
そうって考えると羨ましいなというふうに。なんか日本ね、もしポップコーンを買うならね、なんか3000円ぐらいね。そうかもしれないね。看一场戏要接近马币100块这样子。そうね。マレーシアで3000円って言ったらね、結構豪華な食事できるかもしれない。そうだね。120ぐらいで3000円。そうね。3つ目がね、多言語っていうことだったんですけど、日本人は日本で生まれてね、そこで生まれ育つと、もう日本語だけで完結してしまうことが本当にほとんどで、やっぱり周りで溢れている言葉ももちろんね、日本語だし、親が子供に教える言葉とかも本当に日本語、もう小さい頃から見るテレビ番組も日本語、本当に日本語で溢れている、そうなんですけど、マレーシアで生まれて育った人って生まれながらにして多言語に囲まれた環境、が整っているので、そういう点は日本人には羨ましいんじゃないかなというふうに、思います。もちろんね、その言語が話せるか話せないかっていうのは、本人の努力とか親の教育とかにもよるかもしれないんですけど、生まれながらにしてそういう環境、周りの環境が整っているっていう点は羨ましいことの一つなんじゃないかなというふうに、思います。4つ目はね、マレーシアでは何でもお持ち帰りができるそうだね、っていうこと。もうラーメンとかうどんみたいなそういう汁物系から、あとちょっと食べきれなくってまた後で食べたいなっていうようなものまで何でもお持ち帰りできる飲食店でね、日本ではそういう文化が根付いていないので、時々ね、ちょっともったいないなって思いながらその場を去ることがあったりとか、今は食べれない、お腹がいっぱいで今ちょっと食べれないけど、これをね家に持って帰ってまた後でなら食べたいなって思う時もあるんですけど、持ち帰るっていうことできないね。できない。在考虑才来马来西亚不久的时候，我有打包过那个就是拉面给他吃。所以当时他看到的时候是蛮惊吓的啊，拉面也可以打包这样子。因为在这种打包的文化，在日本是不可能会发生的所以他是蛮惊讶到马来西亚好像什么东西都可以打包回家吃这样子。そうだね。それはね、すごく驚いたことでもあるんですけど、でも羨ましい。そうだね。好像在日本如果在家里想吃拉面的话，只能吃instant拉面。そうだね。すごいよね。そうだね。もうそういうレストラン、マレーシアの飲食店にそういうお持ち帰りできる、もうなんだろう、準備も向こうもね準備してるんだよね。そうだね。多分今日本でさ、突然お客さんにこれ持って帰りたいですって言われても、多分お店の人困るだろうね。そういうね準備、いろんな準備が整ってないからね。そういうところは羨ましいなと思いました。次が自然災害が少ないっていうことです。日本は台風とか地震、あと洪水、あと火山の噴火など常に自然災害と隣り合わせなので、そういったね自然災害がとても身近な存在です。マレーシアにももちろん自然災害はあるんですけど、日本ほど身近ではないんですよね。そうだね。だからこの点に関しては日本人だけじゃなくって、その他の国の人からも結構羨ましがられている点のね一つですね。次がね、タクシーが安いっていうことです。マレーシアで1000円っていうとね、かなりの広範囲まで行けるんですけど、日本で1000円っていうとね、ほんと何キロ、距離にしてちょっとあれなんですけど、すごく短い距離しか走れない。でマレーシアはその公共の乗り物、電車とかバスとかがそこまで便利ではない分、本当タクシーがね主流で、しかも本当に手軽で安くって、
配車アプリとかもねすごく今はもうそう主流になってきていて便利だよね。すごく便利。うん说到 taxi 啊，我就想起一个笑话，就是应该是我的朋友的朋友，他刚刚就是到日本读书，要去读大学，可是他不知道日本的 taxi 是这么贵的，所以他是叫了一辆 taxi 从机场去到他的大学，结果那个 taxi 费是比他的那个飞机票还贵。相当な距離走ったってことかな。すごいね。他应该是不是说来回的机票，是单程的机票。恐ろしいね。そう。だから私日本に住んでいた時タクシーを使った経験って本当に数回しかない、でもマレーシアに来てからタクシーはすごくいっぱい使った。そうだね、本当に安くて便利だしね。そう对。相反，我们的马来西亚的叫什么公共交通其实也不是这么方便，所以我们会用 taxi 会比较多，或者是 Grab 啊之类这样子。次が消費税がないということです。日本は今年の10月から消費税が 10% に増税されたんですけど、マレーシアはね一部のサービスに対して支払われる SST という税を除いて実質消費税がゼロなんです。だからねそういうところは本当に日本人が羨ましいマレーシアのことなんじゃないかなというふうに。最近会时常在Twitter 上面看到啊，就是说马来西亚很羡慕马来西亚是没有这个消费税的，之类这样的东西。そうね、3000円の例えばね3000円のものを買ってでもうそれだけで消費税が300円っていうのはさ、いや買うのをためらっちゃうよね。あれが欲しいこれが欲しいって言って簡単には買えないね。そうだね。18%真的是很高。我们马来西亚现在只有 SST 没有 GST， 不过最近啊，我们的首相马哈蒂他就说，如果我们人民就是说会比较想要 GST 的话，他可能会考虑再恢复 GST 这样子。まあでもまだねそうなったわけじゃないんです。虽然是还没决定，可是我们还是希望 GST 不要回来。嫌だね。はい、ということで今日は日本人が羨ましいマレーシアのことっていうのをねテーマに私たちが挙げたのは、7つだったんですけど、いかがだったでしょうか。私はこんなことが羨ましいよとか、私は日本のマレーシアのこういうところが好きだよっていうことがあったらぜひコメントの方で残してまたね皆さんと共有していただければと思います。ということで今日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。